どうも、翔です。ということで、この画角で分かる人はいらっしゃるんじゃないでしょうか。本日は秋葉原駅にやってまいりました。今日はね、なぜ秋葉原駅に来たかと申しますと、バリアブルカード東京秋葉原というお店が3月にプレオープンしたお店になるんですけども、 VCJ の方ではですね、トレードでお世話になった山口オーナーとお話しさせていただいてたんですけども、久々の再会ということでね、話盛り上がりまして、でこの秋葉原の方のお店では今後高額カード帯や未開封の絶版ボックスもお店ね並べていきますので、またぜひ遊びに来てくださいということで、本日はやってまいりました。でこのね VCJ のお店って本当にねラインナップが超絶すぎるんですよ。まずブルーアイズホワイトドラゴンの初期シークレットレアのアルステンとか、シクガールのアルステン、そしてアクアマドールウルシクのアルステンプラス、千年原人の初期アルステンプラス、さらには大会限定のデーモンの召喚であったり、ジェミナイエルフも取り扱ってるっていうね、昔のカードはねラインナップがおそらく日本一すごいところなんじゃないかなっていうところで、我々コレクターはね本当に山口オーナーさんの親御さんにですね、もうこんな化け物を産んでくれてどうもありがとうございますと、そんな感謝をしなければいけない、そういう会になっております。VCJ もアドレナリン日本橋も今から行くバリアブルカード東京も山口オーナーが取り扱っているお店なんで、ラインナップも超絶級ということになります。本当にね行き方は今秋葉原駅から出て馬尾通りの方に進んでますけど、ドラゴンスター秋葉原の横ですごく道も分かりやすいんでね簡単です。いやそれにしてもね秋葉原とにかく外国の人が多いですね。一番僕初め来たのが10年前なんですけど、もうねそれと比べると本当にここは日本なのかと錯覚するぐらい本当に外国の方多いですね。外国人の割合はだいたい 60% ぐらいが、中国とか韓国の方で、40% がそれ以外の外国の方かなみたいな、そんな感じですね。ここがですね、皆さん我々遊戯王コレクターは一度はお世話になるお店、ふくふくトレカさんです。ここはもうねお世話になってるんで一礼しておきましょう。今のねふくふくトレカさんが右手にあって、このラーメン一角屋、ここのね道を右に曲がるとお店がつきます。なんで今ちょっと素通りしちゃったんですけど、いつもふくふくトレカさんでお世話になってるんでね、ちょっと一礼しないといけないっていう私の儀式があるんで戻ってまいりましたけども、ここがドラゴンスターの秋葉原店さん、もう昔からありますね。1階が日野屋カレーのとこですね。でここの裏、ここにバリアブルカード東京あります。2階にお店あるんですけど、今後は3階とかもね展開する予定らしいです。撮影許可をいただきましたので、じっくり紹介していきたいと思います。アイガン白龍の天ぷらす、これはやばいっすね。980万、日本車とね高級時計を買ってもお釣りが来るという。ショーコレチャンネル。
今回ご紹介していただいた中から検討したのがこちら、スペルオブマスクの未開封ボックスとラビリンスオブナイトメアの未開封ボックスになります。いやー、圧巻ですね。このスペルオブマスクは皆さんご存知、ブルーアイズのアルティメットレアが収録されているというね、夢とロマンが詰まった絶版ボックスです。お値段なんと約70万円。正直めちゃくちゃ高いですね。ただね、これ状態が値段にふさわしいほどのもう超絶備品で、オーナーと店長もね、今まで見てきた中で一番綺麗なボックスだということで、ここまでね状態を維持しているボックスは本当に奇跡のレベルですっていう風におっしゃってたので、確かにこれね、状態見ると抜群にいいんですよね。そしてラビリンスナイトメアの方はブラックマジシャンのアルティメットレアとダークネクロフィアのアルティメットレアが収録されています。お値段は約25万円。大体相場ぐらいですかね。なのでこの絵面はね、海馬と遊戯のエースカードのアルティメットレアが入ってるというね、ボックスなのでとても欲しい。こっちのボックスの方は状態は悪くなくて、備品クラスなんですけど、スペルオブマスク見ちゃうとちょっと状態見劣りするかなっていう感じでした。でもね、十分綺麗です。ショーコレチャンネル。実はこちらのお店は VCJ と同様に自分の手持ちのコレクションカードとお店のカードを物々交換できるというですね、日本初の画期的なトレードシステムを採用しているお店になります。なので新たにあまりお金を出したくないという方であったり、コレクション品をね一気に整理したいという方にもおすすめです。トレードするのはいいんだけど、一体自分の出したカードがどのくらいの金額がつくかっていうことなんですけど、これはですね、店舗での買取金額とフリマで売る価格の大体間ぐらいになるので、他店のね買取金額よりも圧倒的にいい金額を出してくれます。ただ正直この査定価格っていうのはね、交渉次第で上がったりもするので、後でその交渉現場もお送りしたいと思います。もし自分の手放すカードの査定価格が購入代金より足りない場合、この時はね、差額分は現金で支払いが可能なので心配はいらないです。ということでね、今回は大量のアルス鑑定品持ってきましたので、トレードで入手していきたいなと思います。ショーコレチャンネル。はい、査定が終わって値付けされた我が子たちが帰ってきました。この付箋に記入してるのがね、私の希望価格になります。基本的にお店の特徴として古いカードに結構力を入れてるので、遊戯王だったら初期とか2期などの、2004年前ぐらいのカードだとすごくね頑張ってくれます。確実に言えることは、トレードっていうのはやっぱり買い取りではないので、他店じゃ実現不可能なレベルでいいね金額を出してくれます。最新系のカードは人気のイラストのプロモカードとかではないとあまり数字は伸びないと思うので、そこは注意が必要です。ポケモンカードもね多く取り扱ってる店舗なので、キューラとかのね古いカードなら結構金額は頑張ってくれるんじゃないかなと思います。特にねここのオーナーさんポケカ大好きな方なんで、よくね理解してくれると思います。さあ、そしてこちらの希望価格に承諾してもらえるものと、承諾できないカードに振り分けられまして、あとはお互いの納得のいく数字で合わせていくという作業になります。なのでこの時にですね、談笑を交えながらどれだけこのカードに価値があるか、そしてどれだけこのカードに愛を注いでるかっていうのをね、皆さん頑張ってアピールしていきましょう。トレードのね交渉の雰囲気としてはね、とにかく本当に楽しくて、オーナーさんや店長さんのねカードに対する思いだったりとか、本当にいろんな貴重なエピソードを聞けるので、ゴリゴリのこの交渉現場というよりかは、8割談笑2割交渉という感じなので、終始本当和やかなね雰囲気なので、もうコレクターにとってはねたまらない最高の空間です。ショーコレチャンネル。はい、ということでね、4時に入店しまして
7時半に終わると、約3時半に及ぶトレードが終わりました。トレード成立です。最終的に私が購入したのはこちら、スペルオブマスクの未開封ボックスです。こんな感じでね、店長さん綺麗に最後並べてくれました。最終的な査定結果はこんな感じです。アルス鑑定が22枚、シングルカードが18枚ですね。合計65万6000円と、すごくいい金額だと思いますね。ずっとね、このスペルオブマスクの未開封は欲しいなとは思ってたんですけど、やっぱね、なかなか高くて手が出せなくてですね、後回しにしていたんですけども、やっぱりこういう機会ではないと買うことはないだろうなと思いまして、状態も非常に素晴らしかったんでね、思い切って購入させていただきました。ということで山口オーナー、本当にありがとうございました。ありがとうございました。店長さんもありがとうございます。店長の山本です。ありがとうございます。じゃあまたぜひお願いします。動画拝見させていただきます。ありがとうございます。またナイトメアもはい。一緒に見てください。そうですね。お迎えに上がります。ブラックマッシュ待ってます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで帰ってきました。いやー、充実した時間でしたね。ということでこちらがスペルオブマスクの未開封超美品のボックスでございます。もう本当に唯一あるとしたらここがちょっとペコってなってるんですけど、それ以外はね本当にもうどこもへこみがなくてね、シュリンクの破れとかも、後ろを見るとねここに必ず3つついてるんですけど、穴が広がったりとか裏側がねボコってなってたりする時とかもあるんで、状態がいいボックスということで、正直70万はねかなり高い金額なんですけど、もうこれを逃したら多分二度とねこの状態は手に入れることができないだろうと思いましてね、ちょっと思い切って買ってしまいました。このボックスの中にねデリブルが眠ってると思うと本当にもう夢とロマンが詰まった最高のボックスですね。このね未開封ボックスを保護するアクリルケースが WIZD さんで販売されているので、そちらでね購入して後日届くと思うので、それをしっかりと中に入れてショーケースにね飾っておきたいと思います。そして追加で買ったものがこちら、はい、サウザンドドラゴンの初期シークレットレアとピカチュウのねアルステンプラス2枚追加購入させていただきまして、こちらがサウザンドドラゴン初期シークレットレア、先日ボリューム6で開封した時に出なかったこれですね。このカードはね結構状態としては表はすごく美品です。もう本当に傷がない最高峰のレベルですね。裏もねこれ傷はないんですけども、この左側にちょこっとこう欠けてるの分かりますかね。欠けてますよね若干。これがあるくらいで他はめちゃくちゃ美品でね、先日の動画で一番最後ファイル紹介したと思うんですけど、このなかなかサウザンドラゴンの初期の綺麗なものが見つからなくて、まだ1枚もね持ってなかったんで、スペルオブマスク購入した記念ということもあってね、ちょっと思い出深い1枚になるかなと思います。そして、私人生初ポケカ購入ということでピカチュウのキューラのアルステンプラスですね、49,800円。キューラのこれマークありって呼ばれるもので、マークがないものが初版なのでね、もっと初版だと金額は張るんですけど、秋葉原のふくふくトレカさんでこの初版のマークなしのアルステンプラスが50万円で確かね置いてあったと思うんだけど、正直ねポケカも遊戯王も集めるってなると破産してしまうので、ポケカは本当にこれくらいにしてね、遊戯王をどんどん集めていきたいなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。総額1億円以上取り扱う日本最強の店バリアブルカード東京秋葉原店さんでこちらのスペルオブマスク未開封ボックスを購入しましたという動画でございました。まずはねボリュームシリーズを1から7まで開けて、その後こっちのレリーフの方にね手を出そうかなと思ってますので、ぜひぜひこの動画面白かったな、また見たいなって思った方は高評価とチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。